にちは。今日は、SNS に依存しやすい人とか SNS 中毒になりたい人についてお話ししようと思います。っていうのも、僕最近面白い研究を見て、研究というか普通に記事の中にある、研究の結果みたいなのを見ただけなんですけど、そこでね、SNS に依存しやすいのがどんな人かっていうことについて書いてて、どういう人が SNS がなかったら、生きていけなくなるかみたいな記事だったんですけど、今日はそれについてですね、そもそも、SNS に依存するタイプって2つあると思うんですけど、1つは、SNS を消費する人ですね。SNS、YouTube 見るとか、Twitter 見て、で、その見ることに、めちゃくちゃ時間使っちゃって、で、結果的に中毒になるっていうタイプの人と、もう一つは、SNS で何か発信したり、ポスト、投稿したりして、その投稿することによって自分を表現して、いろんな人から、いいねもらったり、そういうことに幸せを感じてしまって、で、そこから SNS がやめられなくなる人もいる。そういうタイプの人もいると思うんですね。で、今日話すのはこの2番目のタイプ。何か投稿して、いいねとかいろいろもらって、で、その感覚が気持ちよすぎて、SNS がやめられなくなる人の特徴の研究についてですね、話していこうと思います。最初に僕の話をすると、僕は多分そんなにSNS に依存してないと思うんですよね。こんなポッドキャスト作って、いろんな人が見てくれてるので、もちろん SNS で発信するのは楽しいなって思うんですけど、このポッドキャスト以外に僕全然発信とか投稿とかしないんですよ。自分の生活、自分のプライベートのSNS のアカウントもないですし、あんまり X とか Instagram とかそういうところでも、消費するための時間もあんまり使わないんですね。YouTube はめちゃよく見るんですけど、そういう X とか Instagram とか他の人の個人的な生活を見る、SNS っていうんですかね。そういうのは僕はあんまり、興味がないんですね。なのでよく自分が本当に、インフルエンサーっていう仕事に本当に向いてないなと思うんですけど、何か自分の生活でイベントが起こったとしても、それをそのインターネットに発信したいっていう気持ちが全くないんですね。何か面白いイベントが起こっても、それをツイッターに上げたいとか、そういうアイデアがないので、こうやって発信する人としては、少しでも何か面白いことがあったら、すぐに何か投稿するとかした方がいいと思うんですけど、僕はそういうタイプじゃないんですね。このポッドキャストするのはね、面白い。自分の意見をいろいろ話したりできるので、ちゃんと自分の頭の中で考えてから話すことができるんで、これは僕にとって結構楽しいことなんですけど、自分の生活で起こったことを全て投稿したいっていうタイプじゃないんですね。でも、よく聞いたり、他の友達から聞いたりすると、発信することとか投稿することに、依存してる人って結構多いと思うんですよ。別にインフルエンサーじゃなくても、いいレストランに行ったら、そのいいレストランで、なんかいい食べ物の写真撮って、そのインスタグラムのストーリーにあげるとか、何か、新しい買い物をしたら、こんなもの買いました、みたいな感じで、投稿したり、筋トレしてる人だったら、その自分の体、筋トレした後の自分の体を写真に撮って、で、それをアップロードする人もいると思うんですけど、こういうね、皆さんの友達の中でも、いると思うんですよ。で、そういうことをする人たちって、6つのタイプというか、6つの特徴があるっていう、研究だったんですけど、それをね、一つずつ話していこうと思います。まず一つ目が、これは結構想像しやすいと思うんですけど、承認欲求が強いタイプですね。多分 SNS に依存する人のイメージの中で、これが一番、うーん、強いイメージがあると思うんですけど、自分に注目が欲しいとか、いいねをもっともらいたいとか、そういう承認欲求が強い人
はやっぱり SNS に依存しやすいみたいですね。僕はその承認欲求みたいなものが全然なくて、旅行したり何か面白いものを買っても、写真は撮ったりしますけど、それをインターネットにアップロードするっていうことがないんですよね。別に、僕が満足したらいいんで、他の人に見せる必要はないかな、みたいな感じで思うので、そういうタイプじゃないと思いますね、僕はね。で、この次の2つ目の特徴が、対抗的なタイプですね。その対抗的っていうのは、その他の人と比べたときに、自分が、その人に勝っているっていうことを他の人に見せたいっていうタイプですかね。僕はこれもないですね。もちろん競争があったら、その競争に勝てたら嬉しいですけど、その他の人をね、悪く言ったり、他の人を蹴落としてまで、勝負に勝ちたいとか、そこまで対抗したいっていう強い気持ちがないんで、みんな仲良くできたらいいな、みたいな感じですね。で、この対抗的なタイプが2つ目だったんですけど、3つ目のタイプが、敵意的なタイプですね。これは自分を、攻撃してくる人に対して反発したいみたいなタイプみたいですね。その何か高いものを買ったり、いろんなとこを旅行したりすると、それを見てる人から、その羨ましがられたり、何かちょっと、嫌味を言われたりする人もいると思うんですけど、それを言われた時に、反発したい気持ちがある人っていうのも、SNS に依存しやすい傾向があるみたいですね。僕的にもこれはないですね。そもそもその SNS に何もアップロードしないんで、私のことを羨ましがる人とかいないと思うんですけど、もしそういうことがあっても反発したいっていう気持ちにはならないし、そもそも羨ましがられたくないんで、羨ましがられるようなことをしないっていうのが一番大きいかもしれませんね。で、これが3つ目で、4つ目が、孤立しているタイプですね。孤立しているタイプっていうのは、その、現実の世界で、あんまり友達とか、知っている人がいないから、その SNS とかインターネットを使って、いろんな人とつながりを持ちたいっていう、タイプだと思うんですけど、これはね、正直、僕に当てはまるんですよね。友達がそんなに僕は多くないので、友達というか他の人とつながりを持つ、簡単な方法はインターネットだと思うんで、そういう理由もあってこのポッドキャストしてるっていう、部分があると思いますね。僕は現実の世界でも、ありがたいことに少し友達がいるんですけど、逆にその現実で友達を作るのが難しいから、その、結局 SNS しかないっていう人も、結構いるんじゃないですかね。とにかくこれが4つ目の孤立しているタイプ。で、次5つ目が、英雄タイプっていうタイプがあるみたいなんですね。で、これは、承認欲求が強いタイプとちょっと似てると思うんですけど、自分がすごいっていうことを見せたいっていうタイプらしいですね。別にいいねとかはあんまり気にしないけど、とにかく自分がすごいっていうことを、見せたいタイプなんですかね。僕はこの気持ちも本当にないんですけど、多分、その、自分の体は、そう、筋トレしてる人が自分の体大きいとか、なんですかね、いい車に乗ってますとか、そういうのを見せたいタイプなんですかね。もう僕はこれも全くないですね。で、この英雄タイプが5つ目で、この最後のタイプが、新生成タイプっていうタイプがあるみたいですね。これもちょっと説明しにくいんですけど、自分がその他の人よりも道徳的に、優れてるっていうことを見せて、で、自分が特別に見られたいみたいな気持ちがある人みたいですね。例えばこれは一つの例ですけど、ビーガンの人いますよね。僕もビーガンじゃないんですけど、肉をほとんど食べないっ
っていう生活をしてるんですね。で、僕はそういう食生活とか、自分の考えとかそういうのはあんまり、インターネットに発信しないんですけど、まあいろんなヴィーガンの人がいて、その自分がヴィーガンであるっていうことを、まあ、発信する人ってまあいろいろいると思うんですよ。で、そういう人の理由って、牛とか豚とかそういう家畜を増やしたら、まあ環境に悪いとか、まあ他にも普通に動物がかわいそうみたいな感じで、まあ道徳的に正しいことを、言って、で、それで、まあ社会的な、優越感を感じたいっていう人もいるんじゃないでしょうかね。もちろんいろんなヴィーガンの人がいて、まあほとんどの人は、まあ自分が社会的に優位に立ちたいとか、そういう考えを持ってる人はいないと思うんですけど、まあ、そういう人も SNS でたまに見たりするんでね、まあそういう道徳的に正しいことを発信して、自分が特別に思われたいっていうタイプが新生成タイプっていうことですね。これは僕にちょっと当てはまってるかもしれないですね。もちろん僕が道徳的に正しいことをして、社会的に優位に立ちたいとか、そういう気持ちはもう全くないんですけど、割と自分のスタンスとして、まあ世界にいろんな人がいて、まあみんな、一人一人違うっていうふうに思ってるので、まあそういう考え方を、まあこういうポッドキャストとかで話すのはね、まあちょっと新生成タイプが入ってるかもしれないですね。まあ、もちろん自分が特別に見られたいとかそういう気持ちは全くないんですけど、まあ今話した6つの、SNS に依存しやすい人の特徴の中だったら、まあ少し、この新生成タイプも僕の性格に含まれているのかなみたいな感じですね。まあこういう SNS に依存する系のトピックについて話した時によく日本語で使われる言葉があるんですけど、その承認欲求お化けっていう言葉があるんですよ。その承認欲求お化けっていうのは、まあ何があってもいつでもどこにいても、まあ、自分の写真をその SNS に上げたり、まあ、自分がすごい人っていうことをまあインターネットで見せたいっていう、見せようとする人のことを承認欲求お化けっていうんですね。で、その承認欲求お化けっていう言葉は、まあ、悪いイメージ、まあ、ネガティブなイメージがあるんですよ。まあ、つまり、その SNS に、まあ、依存するのがちょっと悪いイメージがついちゃってるんですね。まあ、日本だけじゃなくて、まあ、いろんな国でそうだと思うんですけど、まあ、依存するレベルになったらちょっと、やばいかもしれないですけど、まあ、基本的には僕はその SNS に依存というか SNS が生活の大きい部分になるのはいいんじゃないかなと思うんですけどね。もちろんインターネットってめちゃくちゃ便利な場所ですから、まあ、うまく使ったらね、めちゃくちゃいい方向に働くと思いますし、まあ、自分に自信がついたりね、現実の世界であんまりその友達が少ない僕みたいなタイプとか、あまり目立つことができないとか、その現実の世界に満足できなくて、まあ、自信をなくしてる人も、まあ、いると思うんで、そういう人が、まあ、上手に SNS 使って承認欲求を満たすとか、自信がついてくるのはね、まあ結構ポジティブなことだと思うんですけどね。まあそんな感じで今日は SNS に依存しやすい人とか SNS 中毒になりやすい人っていうことについてお話しさせていただきました。まあさっき話した6つの特徴を聞いてもらったらわかると思うんですけど、こういう SNS に依存する人ってそのナルシシズムと関係があるみたいなんですよね。別にそれも全然いいと思うんですけど、ただ、まあそれで嘘をついたりしたらね、ちょっと別の話になっちゃうかもしれませんね。まあそんな感じで今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。